はい。はい。皆さん、こんにちは。海外生活、しゃべり場第2弾の、インタビューということで、今回はですね、私と同じ沖縄出身、そして、高校、そしてニュージーランド大学でも同じだった聖子さんにインタビューをしたいと思います。Thank you は so い。much for having me. よろしくお願いします。お願いします。で、彼女はですね、なんとフリーランスで、通訳、そして翻訳活動で、お仕事をしています。はい。で、そしてですね、聖子さんは、海外留学の経験もありですね、国際結婚、そして3児の母としてですね、仕事と子育てを両立しているという、スーパーママです。はい。彼女の人生、経験ですね、を踏まえた上で、いろいろとご質問させていただきたいと思います。聖子さん、よろしくお願いいたしよろしくおます。願いします。はい。じゃあ、一はい。つ目の、質問なんですけれども、海外に、出たきっかけですね。そして日本に戻った、経緯などを、お話ししていただければなというふうに思っております。はい。まず海外に出たきっかけは、高校の時から留学したいっていうふうに思っていて、で、アメリカに留学したかったんだけど、うんうん。アメリカすごいやっぱり学費も高いし、生うん活費も高いっていうことで、じゃあどの国がいいかなって考えた時に、ニュージーランドが当時もアメリカの半分ぐらいかな、物価がすごく安くて、うんうんうで、ん。じゃあアメリカじゃなくってニュージーランドのその語学学校で勉強しようということで、はい、出ていきました、海外に。わあ。はい。ニュージーランドでは、ニュージーランドでね、いろいろと遊んだりも、やったさせていただいたんですけれども、はい。ニュージーランドは合計でどれぐらいいたんだっけか？ニュージーランドはね、語学学校に約1年うん。と、その後に、ユーコル、Universal College of Learning、ユーコル、専門学校があるんですけど、コミュニティカレッジのような。そこで、1年、ビジネスアドミニストレーションをうん。学んで、日本に帰りました。ねえ、すごい頑張ってたよね、ニュージーランドでも日頑張ってた本でも。っけいっぱい遊んでたけどな。いやいや、ちゃんと勉強してたよ。素晴らしそうだった。すぎる。ガッツがすごいですね。じゃあ、どういったタイミングで日本に戻ることになったのかな？その1年、ビジネス科を卒業というか、サティフィケートをもらって、じゃうん。あもう沖縄にそろそろ引き上げて、おで、沖縄で就職しようと思って帰ったんですけど、うん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 。沖縄に帰っていろいろこう仕事の面接とか受けるじゃないですか。うん。もう見事に全部、何社くらい受けたかな、全部うんうん。不採用で、うーん。はい。で、その時ね、英語もそんなに、喋るけど、うん。こう、日常会話ぐらいで、そんなビジネスで使ったこととかもあんまりなかったし、うん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 。職歴も浅かったから、履歴書に書く内容もそんなに良くなくて、で、仕事も全然決まらないし、じゃあ、本当にもうちょっと、こう、勉強しようかなと思って、その時、ちょうど基地内大学うん。のことをああ、知っそう。て、うん。で、基地内大学に入学しました。うんうん。あ、はい。そうだったの。覚えてるうん、覚えてる。うん。なる結構ね、知らほど。れてないんだけどね、基地うん。内大学。ね、普通のじゃあ、一般の人でも、そこで、卒業できる、そして単位そうなの。も卒業証書ももらえるということだよね。もらえます。沖縄県人材育成財団っていうところうんうん。があって、そこが斡旋して、うん。この沖縄県在住の、学生さんとか受けたい人をこうテストうんうん。をしたりとか、あと面接とかもあるのかな、奨学金制度とかもあるので、もうし興味があれば、はい、ん。ぜひ沖縄県人材育成財団のホームページチェックしてみてください。あ、これはありがたいお役立ち情報でそう、すよね。そう国なんですよ。外に出なくても、アうん、メリカの大学の、卒そう、業証書というか、がいただける資格が取れるってことですもんね。うん。そうで、夜間の学校なので、日中は仕事をして、フルタイムで仕事して、で、夜、学校に来てるっていう方がすごく多くて、うで、ーん。そういう方って本当に消防士さんだったりとか、外資系の企業に働いてる人だったりとか、志が高い人が多かったので、それうん。もすごく刺激になりました。
おー、すごい。いいうん、ですね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。で、あはい。と、東京、沖縄から東京に行ったっていうのは知ってるんだけれども、そこから、どういった感じでキャリアアップ、結婚、子育て、奮闘生活、どういうふうにね、仕事と、家庭を両立していったのかと。で、またはい。沖縄にね、最近また戻ってきたということで、いろいろとお話できたらいいなっていうふうに思ってます。そうですね。上京したのがだいたいね、14年前とかだったかな。結構前だで、ね。うん。そもう結構その時は、基地内大学も卒業して、で、地元の、建築設計コンサルティング会社に就職をして、うだいたいん。2年ぐらいだったんですけれども、うん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 。ずっとこうやっぱりもう一回外に出たいっていう気持ちがあって、でもうこのタイミングで一回東京でちょっと頑張ってみようと思っうーて、ん。で東京に移住をしました。うんうんうんそうんうん。れで、その東京で、外資系のテレビ会社に就うんうん。職をして、で数年そこでプロジェクトコーディネーターとしてうん。働いたんですけれども、その後にまた沖縄でやっていたこの建築設計関係のうん。会社に、転職して、でそこでね7年ぐらいかな、うー7ん。年ぐらいコーディネーターとして働きました。はい。おお、結構なキャ長リアだね。かったね。そうでその間に、第2子まで子供をすごい。2人産んで、ちょっとなんか飛んじゃったんだけど、そのうん。テレビ会社で働いていた時に主人と出会って、アメリカ人なんですうん。けど、ほで、主人と出会って、で、結婚し、う。うーん。建築会社に就職し、子供を産み、もう一人産みっていう感じかな。すごい。精神的にも忙しいけど、ね、出産いろもいろすごいよね。いいな。わお。すごい、なんか激動の7年。激動だよね、本当に。すごいな。もう好奇心と行動力がね、そこまで持っだていったと思うんね。だけれども、うん。わあ、すごい。なんか普通の人ではなかなか体験できないような、ねえ、体験をしてる。だったね。へえ、なるほどです。素晴らしい。どういうふうにこの子育てと、家うん。庭っていうのを両立してたんだろう。そんな忙しいのに、しかももう東京で。ね、うん。えっと、通勤時間もね、その、長いだろうそうし。なの。第2子を出産して直うん、後に、うん、出産前かうん。に、会社が東京にあったんですけど、横浜に移住したんですよ。はいはいはい。で、横浜に移住したことで、通勤時間が本当にドアトゥドアで、もう合計3時間ぐらいになってしまって、片道？片道ね、1時間半ぐらい。わあ、東京ではどうそう。なんだろう。普通？ちょっ普通と。かな、みんなでも1時間ぐらいは通勤時間にかけてると思うんですけど、へでもえ。その時まだ子供がちっちゃかったはい。からやっぱりうんうん。朝の支度うんうんで保うん。育園連れて行って、そのママチャリね、東京だから横浜ね、横浜だからママチャリでさ、前に乗せて後ろに乗せて、わあ。これ布団とかも持って、子供の布団、お昼寝用の布団あるじゃん。自分で持っていくんだ。日本。そう、日本はえ布団となんかうん。バックパック、うん。カバンといろいろあるのよ、保育園に必要なもの。で、す雨降ったらもう最悪っていう感じで、わあ。もうやっなんか、て、聞いてるだけそっで。から本当に駅まで走って、ハイヒールで走って、あのその通勤列車に揺られて1時間半かけて行って仕事をしてまた1時間半かけて帰るっていう生活をやっていたらやっぱりね体壊しましたね。倒れたってことかな？倒れたっていうかやっぱりずっとこうだるいってういう感じもあったし、やっぱり健康的じゃなかったなと思います。ん。いつもこう気持ちが焦ってたり、うんうんうんストうんレスでうん。子供も風邪をひきやすかったりとか、近くに頼れるこの親戚とかうん。友達がいなかったので、もう主人と2人で子育てしてたんですけど、やっぱりね働きながらああいう生活は大変だったなと思います、今になると。
わあ。そう。まあ、真っ最中の時は、ね、今こう振り返って考えられなんか落ち着いて、自分を客そうだよ観的に見れね。ることもないじゃない？うん。うん、そう。もうだとその時はね、うんうんうん。全然もう毎日をこうやりくりするのに必死で、うん。あの、ちょっと立ち止まって、これが正しい生き方なのかとか、そういうのは考えられない、思考が停止するんだよね。うーん。そう。だから、目の前のことほんがもう、とに、次々次々、分刻みでそう、進んでいくもんね。そうよ、そう、ほんとにそんな感じ。なんかいつもうん、思うけど、なんで女性だけそんな負担を抱えないといけないんだろうね。そうだね、やっぱもうり、うーん、負担をかく大変わ。大変でしたけうん。ど、でも、うんうん。東京でこの7年間うんうんうん。働いた会社で、ほんとに大使館の施設管理の担当だったりとうんか、うん。あとリンゴマークの外資系コンピュータ会社のお、施設管理だったり、いろんなすごい。人脈が増えたので、うーん。頑張ってよかったなとは思います。あ、今思えばね、諦めずに。そう、うん、ま、思考停そう。止してたからそういうことも考えられなかったと思うけど。そうだね。頑張ってよかったし、コーディネーターっていう役職だったんですけど、コーディネーター兼通訳、翻訳うん。の仕事もたくさんあって、で、このエンジニア、日本人のエンジニアと、本部のアメリカ人の代表の方たちとの間で通訳をしたり、報うん、告書を翻訳したりとか、そううん、いうことをやっていたので、うん、やっぱうんうん。りスキルアップにはすごくなったなと思います。いや、間違いないね。人脈とスキルと経験、ほんとお金そう、ではほんと買えられないようなものだもんそうですね。ね。うん。わあ、ま、その裏では、ほんとに育児、仕事を両立して走り回ってる生徒がいそうそう。たんだね。いましたね。素晴らしい。わあ、すごい。ま、精神的にもやっぱり強くなったんじゃないかな。うん。強くなったと思う。やっぱりね、沖縄での子育てって車社会だから、うん。車で移動できるっていうのがあるけど、うん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 。東京とかはやっぱり県外は電車移動だし、うん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 。もうね、すごい精神的に強くなったと思います。すごすぎる。激動すぎて、もう私聞いてるだけで、ああってもう息切れする、考えたら。うん、そう。すごいわ。ま、若かいえいえ。ったからできたっていうのも、もしかしたらあるかもしれないね。ああ、そう。であと選も、択肢もう、がなかった。何年前か、2年半前に沖縄にもう意をうん、決して移住してきたんですけど、なるほど。あの頃、あの時期があったからあ、こそ、沖縄の子育てが最高すぎて、へえ。うん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 。ほんとにもうありがたみも感じるうし、ーん。あの経験はあって良かったなと思います。確かにやっぱ比較できるものがないと、何がそう、ありがたくて、うん、ね、何がありがたくないのかって分かんないもんね、判断もできないでし。すね。素晴らしい。じゃあもう東京に行ってね、まあ大変だったけれども、はい、もう本当に価値がある、もう経験だったってことだよね。そうですね。すごすぎる。オッケー。で、今沖縄の方で、まあ、フリーランはい、スでね、まあ、人気通訳、翻訳者として、まあ、活動しているわけなんだけれども、まあ、こういったこの業界に、まあ、東京からね、もうずっと続けているような、まあ、お仕事ではあると思うんだけれども、これは転職なのかな、それとも、まあ、楽しさだとか、まあ、経済的に、まあ、自立を目指してだとか、うん、まあ、女性だからね、これはできない、できるとかっていうわけじゃなくて、まあ、自分のために仕事してるのかとか、あとね、おはい。子さんの目からもね、やっぱ頑張ってるママって、まあ、素敵だと思うので、今は分かんないかもしれないけれどもうーね。ん、まあ、そういった、まあ、総合的に見て、今のおうん、仕事、まあ、充実感があるのかとか、まあ、やりがいだとかっそうですていうのを、ね。はい、お伺いしてみたいです。あの、東京にいた時はずっとこう社内通訳翻訳ってうん、いう感じで、会社の中でこう翻訳をしたり、通訳をしたりすることが多かったので、必ずこうエンジニアの方だったり、こう上の方にチェックをしてもらえるんですね。うん翻訳もそうですし、通うん、訳もこの社内でみんなこう、クオリティチェックをして、この英語は当たってるとか、ここはこう言った方がいいかなとか、いろいろこう共有して、スキルアップできる
ので、本当にその社内通訳翻訳の仕事が長かったから、フリーランスの仕事にもうーん。活かせたなっていうのと、うんうんうん。あと、やっぱりフリーランスの通訳翻訳は、全部こう人脈、知り合いとか、知り合いの知り合いとか、過去に一緒にお仕事した方とか、そういったうんうん。個人の方、個人の企業の方からいただいた案件がすごく多いので、うんうん。本当にこの社内翻訳通訳の仕事がベースで、それがあったからこそフリーランスにもうん。活かせたのかなっていうのはありますね。で、私が本格的にこの通訳を目指したのが、うんうんうん。沖縄に移住してきて、米軍のうんうんうん。通訳を依頼された時に、うん。本当に、なんだろうな、全然こう、自分の納得いくパフォーマンスができなかったんですね、うん。初めは。うん。だから、もうちょっとやっぱり通訳を本格的に勉強したいなと思って、その通訳っていうのは本当にどういうものなのかなっていうのを、始めたのがちょうど2年前ぐらいかな。2年前。だから、フリーランス通訳としてはもう本当にひよっこの駆け出しうん。なので、まだまだ学ぶことがたくさんあるんですけど、やっぱり学びに終わりがないっていうのは、この職業の魅力だと思います。本当にいろんなこの分野で通訳っていうお仕事があるので、うん。今日はビジネスだったり、明日は産業だったり、明後日は化粧品だったり、本当にいろんなことを学べる職業だと思うので、とっても楽しくさせていただいてます。わあ、すごい。お仕事って楽しいって言える方ってなかなかいないと思うんだよね。そっやっぱみんなやっぱか。ね、上司が嫌だとか、やっぱ横のつながりがめんどくさいとか、もう常にイライラしてストレスマックス。でもやっぱりね、収うん、入も得ないといけないから、ま、黙って、もったいない。もったいないと思う？うん。仕事を通じた出会い、仕事を通じて出会った人たちが本当に、うんうん。人生を豊かにするなっていうか、うもうーん。東京にいた時の上司とか、うんうん。同僚、うん。もう今もつながってるし、うんうん仕うん。事って本当に人生に欠かせないものだなって思います。わあ、すごい。で、楽しめるっていうのが、ほんとね、皆さんが楽しい。求めている働き方だと思うんだよね。ほとんどの方楽しくないとね、続うん。かないね、やっぱああ、り。そっか。へそう。え、ま、素晴らしい、メッセージではありますね。わお。はい。